3年生の皆さん集まっていますね。ではこれより4年時に行われる学外研修のオリエンテーションを始めます。必修科目ですからね、よーく説明を聞いておいてください。では手元のシラバスの1ページ目を開いてください。研修は進級とほぼ同時9月からスタート。研修期間は1シーズン約3ヶ月。1年間で最大3つの研修先を選ぶことができます。1つの研修先で3シーズンをディープに過ごしてもよし、1シーズンずつ別の研修先へ赴き、様々な体験をするのも良いでしょう。研修先は我が校と提携している企業や研究施設、財団法人などですが、どれでも自由に選べるわけではありません。皆さんの選択科目、取得単位、成績などで選べる研修先は異なりますのでご注意ください。面接の他に特別な試験を突破しなければ採用されない場合もあります。詳しいことは資料巻末にある研修先リストに書いてありますので、よく読んで申し込んでくださいね。いいですか？決して遊び半分で研修先を選ばないように、1シーズンごとに研修先から B 判定以上をもらうこととレポートの提出が必須です。両方揃わないと単位は取得できませんよ。3シーズンのうち2シーズンの単位を取得できれば卒業試験に挑む権利が得られます。何よりも皆さんの進路を決める上で大切な一歩です。よーく考えて決めてくださいね。ではうわぁ、ついにこの時が来たか。これだけたくさん候補があるのに3つまでに絞らなきゃいけないなんてどうしよう。申し込みは先着順じゃなく面接や試験で決まる。人気の研修先は倍率も高くなるっていうし、早めに候補を絞って対策を立てておかないとな。卒業後に進学希望か就職希望かでも選択肢変わるよね。トレイ君って進学考えてる？俺は就職の予定だよ。大学に行ってまで突き詰めたい学問もないしな。パティシエの国家資格は取るつもりだけど、働きながらでも資格は取れるし。ってことは食品系の企業とか？その予定だが、農業関係の研究施設も少し気になってる。サイエンス部でも俺は肥料や品種改良について研究してたんだ。美味しいスイーツを作るには食材の質も大切だろ。なるほどね。専門的な研究施設が特別に学生を受け入れてくれるのも、ナイトレイブンカレッジの卒業生が就職先で優秀な働きを見せているからだからな。これを在学中に利用しないのはもったいない気がする。ああね、普段意識すること少ないけど、リストを見ると確かにうちって名門なんだなって感じ。エンタメ、 IT、 食品、玩具、海洋調査や遺跡発掘、マジフトのプロチームまであるもんね。そういうケイトはどうするんだ？進学はしないよな。ちょっとその決めつけは失礼なんじゃない？実際進学予定はないんですけど、俺勉強はあんま好きじゃないしね。行くとしたらエンタメ系企業かな。雑誌とか映像作りにはちょっと興味ある。あ、テーマパーク運営企業なんてのもあるんだ。ショーやアトラクションの企画。へえ、面白そう。エースのお兄さんは研修先にそっち系の企業を選んでそのまま就職したらしいぞ。そんな風に最初にこれだってやつ選べたら最高だけどね。最短3ヶ月で研修先を選び直せるとはいえ、全然自分に合わなかったらきついし、合格もらうのだって厳しくなる。悪い評価が出たら将来にも響くじゃん。そうだな。それに一つ目の研修先が肌に合っていたとしても、同じ場所で3シーズン続けるか、視野を広げるために次シーズンは別の分野にチャレンジしてみるか、その選択も迷うところだよな。それ迷う。めちゃくちゃ迷う。こんな時は他のみんなの話も聞きに行っちゃおう。うちの生徒はどいつもこいつも悪が強いから参考になるかはわからないが、せっかくの機会だし聞いてみるか。まず話が聞きやすそうなのは